2024年1月、限定キャラは伝説含めて全部で15体います。それぞれいつ実装だったのか、またその時はどんな環境だったのかを見ていきます。今では正月に蝶猫、ゴールデンウィークに極猫の新キャラが追加されます。しかし意外にも昔は違いました。そういった日付の違いも着目しながら見るとより楽しめるかもしれません。では参りましょう。初めての蝶猫祭、白顔がゴールデンウィークに登場。波動が強い時代で敵も味方もその部分が目立ちました。全属性に滅法強い、プラス長射程470に波動無効。当時の環境ではやはり最強だったのでしょうか。ここで面白い比較ができるのが同期の明らか。白顔の能力の高さがいい感じにわかります。今でこそ何体かいますが、全属性に滅法強いは限定にふさわしい能力なんだなと改めて感じます。ただそんな白顔も8年前の限定キャラ。烈波や古代史の環境には肩身が狭くなりました。アキラ超本能、ウィンディ第4形態が来たことを考えると、白顔の強化も近いかもしれません。限定2体目は黒顔ではなく白身玉。白顔から約9ヶ月後の登場となりました。データベースに 5.8 の味方キャラがなかったので前後を載せていますが、味方も敵もゾンビ時代真っ只中。当時のコメント欄を見るとこのような書き込み。御霊を持っている人は十分強さを知っている感じでした。地蔵信者も一定数いて最強争いが行われてた可能性があります。否定的なのも載せていますが、ほとんど褒め言葉でした。頑張って否定的コメントを拾ってきただけで当時からぶっ壊れだったのかなと思います。7年も経過して未だに第一線で活躍している白身玉。これからどこまでいけるか楽しみです。ついに来ました黒顔。白顔から約1年、白身玉からは約1ヶ月半後に登場しました。同時期にはチビキャラたちが第3形態、イースター系やクラッシュフィーバーなどコラボキャラなどがいました。御霊と時期が近いため敵キャラはゾンビ時代ですが、黒顔の後にあいつが実装されています。はい、1000人です。波動無効や波動ストッパーが不足な時代、黒顔はきっと神扱いされたのではないでしょうか。黒顔をゲットしている人がかなり少ない印象。課金者や配信者もまだ少なかったのかもしれません。都市伝説級のキャラという声もあったので、本当に見かける機会が少なかったんだと思います。黒顔から8ヶ月後、極猫第2弾で黒身玉。時代的には宇宙編1章とにゃんこ島40回。にゃんこ島の30から40に白い敵が多いので、この黒身玉はとても重宝されたのではないでしょうか。白い敵に対して最強格と踊り出た黒身玉ですが、ここでガオにはなかった論争が目立ちました。白身玉とどっちが強いの？黒顔の時は未所持が多く、この論争がなかったのだと推測します。ガチャ特有のコメントもちらほらありましたが、白黒論争が起きる時点でお互い強いという表れです。実装から約7年、さすがに現環境では厳しい黒身玉。栄光を取り戻す時代は果たして来るのでしょうか。黒身玉から約2ヶ月後、白ダルが登場。未だに超猫祭ですが、初めての正月実装でした。黒身玉と時期が近いため、敵の環境は変わらず。問題はこの白ダルが当時どういう評価だったのか。第1形態も第2形態も周りの環境が悪すぎました。笠地蔵、セイバー全盛期での登場でした。
本当悲しいことに黒ダルが来る前からすでに最弱のレッテルを貼られておりました。少し新鮮だったのは黒ダルがいないため、みんなの呼び方が白ダルではなくダルターニャだった点です。あれから6年が経ちましたが、不遇の時代を払拭する日は来るのか、将来に期待しましょう。白ダルから約9ヶ月後に登場。まだゴールデンウィークの風習はありません。時代は古代種初期でした。白ダルと比較されるも勝ちまくっていた黒ダル。一体どんなコメントで当時賑わってたのでしょうか。対白超ダメということで黒ガオとの比較が多い印象で、白御霊同様褒め言葉ばかりでした。白ダルより強い弱いというよりは、白ダルにもう少しこれを強化してくれというコメントが多かったです。そしてこの黒ダル前後らへんから明らかに配信者が増え、縛り攻略や解説が増えていました。6年前の登場から常に最前線にいる黒ダル。道場などでもまだまだ最強格なので本当に強いです。黒ダルからなんと1年4ヶ月後に登場。白キャスト川ワッパジュニア、ここから烈波時代へ入ります。短命のゼリーの存在を考えると波動でやれること、もう出尽くしていたのかもしれません。コメントを見ると烈波時代初期らしい感想が多いのですが、意外にも強いというのは少なかったです。川ワッパジュニアは強いけどみたいな感じで、白キャスの烈波はあまり評価は高くない印象でした。ただ強さを実感している人はこの後の黒がとんでもないことになると予想しておりました。烈波新時代の幕開けだったのですが、いい意味で新性能はうまく調整されているという評価でした。7周年ゴールデンウィークスペシャル記念として彫刻猫祭が開催。これを機に彫刻は正月ゴールデンウィーク開催となっていく。同時期のキャラたちを考えても、どうしてここまで強いキャラが生まれたのか本当に分かりません。今までの限定キャラとは比にならないほど強いというコメントが多く見受けられました。それと今までの限定に比べ所持者がおそらく増えています。初の彫刻で課金者が増えたのかもしれません。コメントの内容が使ってみて思うのはというのが明らかに多く感じました。烈波反射時代に入ってようやく対策という対策が取られた黒キャス。今後はどうなっていくのでしょうか。2度目の彫刻猫祭。ゴールデンウィークに続き正月に開催。時代は古代種時代。鳥獣一歩手前まで来ています。前回の黒キャスはぶっ壊れていましたが、半年後の白ガルはどんな評価になったのでしょうか。今までの限定に比べると強い弱いが少ない印象。それよりも見た目についてが多く目立ちました。性能について語るほどの魅力が少なかったのかもしれません。さすがに黒キャスの後では丸い性能に見えます。小波動に関しては新性能ということもあり賛否両論ありましたが、微妙が少し多かった印象。残念ながら黒キャスほどの賑わいは感じられず、古代種時代に呪い無効なしはさすがに厳しかったかもしれません。2度目のゴールデンウィーク彫刻猫祭。黒ガルが登場。鳥獣が初登場し、ここから鳥獣時代へ突入します。黒キャス後の白ガルはそこまで騒がれませんでしたが、期待値の高い黒はどういう評価だったのか。前回の白ガルに比べ小波動が認知されており、そこに関しては否定的な内容が少なかったです。
ただ妨害無効がない点に関してかなりマイナスで、むしろそこさえ解決したらという感じでした。古代種に鳥獣、さすがに対白の大型壁は厳しい環境、にゃんこ島ですら賛否あるレベルでした。黒キャス後の白、黒ともにガルディアンは微妙な評価、個人的に好きなのでいつか報われてほしいです。異界にゃんこ島初期や悪魔時代に登場、呪い無効もシールドブレイクもありません。滅法、打たれ強い、超ダメ、烈波、小波動、限定もありと出揃った状態でこのキャラの評価はどうだったのでしょうか。結論、思った以上に評価は低くありませんでした。白ダルやニャンマなど比較する話が多かったです。限定にする必要はあるのかという話もあり、黒ガルまででやはり出尽くした感じはあるのかも。ただ呪い無効やシールドブレイクがあったら評価は変わってたかもしれません。で、それ後の限定キャラにふさわしいか議論はありましたが、白黒のガルディアンよりは多分賑わってましたね。鳥獣時代真っ只中、さらには超生命体、古代種もかなり出揃っている時期に登場しました。白イズにどうプラスアルファでこの黒が来るのか、期待値は結構高かったと思います。では評価はどうだったのでしょうか。正直黒キャスより褒められてたかもしれません。おそらく特性の多さが目立ったからだと思います。比較対象が最強格の黒キャスばかりだったので、かなり評価が高いと見受けられます。残念ながら白イズと比較する感じはかなり少なく、話題にすら上がってない印象を受けました。黒キャスが登場したあの賑わいと同等、もしくはそれ以上あったかもしれません。この後のハードルは高い。レジェンドゼロと同時期に白炎が登場。10周年を終えたこともあり特別な性能でした。黒イズの時点で出尽くした感があった限定キャラ、それを凌駕して登場したこのキャラの評価はどうだったのでしょうか。相当高い評価でマイナスはほぼなかったです。今までで一番評価が高いような気がしています。それと白で強いのが喜ばしい印象を受けました。黒キャス、黒イズの影響が強いようです。白炎の後の黒、ここの期待も数多くコメントがありました。この白の後なら当然です。長射程組のお株をかなり奪った白炎、その後に来る黒は一体どんな性能なのでしょうか。悪魔全盛期、大降臨などの神ムズもある中、黒炎が登場。白炎越えがあるのか、もしくはないのか。高い期待値を背負った黒炎ですが、当時の評価はどうだったのでしょうか。意外とみんな冷静というか結構冷めた印象でした。特に白御霊との比較コメントが目立つのと、白炎の方が強いというコメントが多く見受けられました。期待値を超えられなかった印象があります。こうなってくるとひどいもので、アシランやハッカーでいいのではなどもありました。黒イズ、白炎と順調に来ていた流れは一旦止まったのかもしれません。相当強いんですけどね。異界にゃんこ島50回、鳥獣のシングリオンも到来。そして超賢者時代に突入したところでイザナギが登場。彫刻猫祭で初の伝説キャラ。新キャラは普通に超激レアだと思われましたが、まさかの伝説でした。伝説ということもあり、普段の彫刻に比べキャラの比較話は少なかった印象を受けました。
それと意外だったのが超激レアを希望していた声が少なかったこと。伝説で当たりだったのかもしれません。白黒炎でより限定の性能が出尽くした感があります。それをイザナギがうまくバランス取ったのかなと思います。限定の伝説にふさわしい尖った性能イザナギ。次に来るキャラの性能がほんと楽しみですね。以上、限定キャラ15体の歴史でした。最後に一覧で見てみましょう。個人的にピックアップするなら白キャスの烈破時代突入。黒ダルから1年4ヶ月経っており、新時代の幕開けでした。白ガルから正月ゴールデンウィークの彫刻猫祭の流れが確立。今に至るという感じです。今回いろいろ調べて気づいたことがあるのですが、昔と今だとコメントの内容がかなり違います。昔は可愛いやかっこいいなど見た目の感想、強そうだなという未所持の感想、これらが多かったのですが、最近は持ってる人のコメントが多く、またそうなると必然性能の話ばかりになりがちでした。それらがいい悪いというのはないですが、新キャラは強いか弱いかの時代になっているのかもしれません。最後にいろいろと調べて載せてはいますが、日付の前後やバージョンの前後があるかもしれないので、あらかじめご了承ください。なお、同期のキャラに関しては前後のバージョンも載せているので、だいたい同じ時期程度で捉えていただければなと思います。長くなりましたが、以上で動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。